今回はアメリカの大統領選挙の不正疑惑に見る水面下での戦争状態とディープステートの動きについて掘り下げてみようと思います。世界を影から支配する新世界秩序、ニューワールドオーダーの実態を暴露したレポート300人委員会という書籍をご存知でしょうか。1997年にジョン・コールマン博士によって発表されたもので、ヨーロッパを中心とした300人の支配層が様々な下部組織を通じて世界の政治と経済を操っているという告発内容となっています。世界を支配するなんてできるわけがない。オカルト好きのたわごとだろう。と、すぐに拒絶反応を示す人がいます。しかし、300人委員会という存在が判明したことで、彼らがどのような方法で世界を支配しているのか、その手口についても分かってきたのです。秘密を握る鍵は、300人委員会設立の起源にありました。300人委員会とは、17世紀にエリザベス1世によって設立された東インド会社が起源だといいます。そして、東インド会社と大英帝国が植民地から利益を搾取するために編み出した5つの手法が、現在でも新世界秩序が世界経済を支配するやり方としてそのまま使われているのです。その5つの手法とは次のようなものです。1、低賃金で労働させ搾取する。2、マネーで支配して搾取する。3、要衝を抑え通行税で搾取する。4、国民が働かなくなると移民を連れてきて働かせる。5、買わない国民にはいらないものを買わせて中毒にする。これらを順に説明すると、植民地支配ではプランテーション経営が基本です。まずは人々を低賃金で農園で働かせ、砂糖や麺などを栽培して利益を得ます。ところがそのままでは現地の大地主や農園主が台頭してしまうことになる。そこで資本の原理を現地に取り入れ、お金を貸し、現地の経営者をお金で支配できるようにコントロールする。これが第1段階と第2段階です。次に国際航路の中で貿易の要衝となる地点を抑えます。大英帝国時代ではマラッカ海峡、ホルムズ海峡、ジブラルタル海峡といった場所を抑えれば、そこを通過する貨物すべてに税を課すことができるようになるわけです。これが第3段階です。これでうまくいきそうに思えるのですが、実はそうでもありません。国民が働かなければ搾取が成立しないのです。植民地経営にとってこの悩みはブラジルで顕著でした。当時のネイティブなブラジル人は働くという文化を持っていませんでした。そこで編み出されたのがアフリカからの奴隷貿易です。働く意思を持っている人々を強制移住させて搾取する対象を作り出すのです。これが第4段階。そしてもう一つの問題は、三角貿易に必要な何かを現地人に買わせること。問題が起きたのは中国で、その当時の中国はそもそも豊かな国だったので、現地の人々はイギリスから何も買うものがありませんでした。しかしそれではイギリスは貿易で儲けることができません。そこでイギリスが目をつけたのは、いらないものを買わせて中毒にさせる方法。具体的にはアヘンです。現地の中国人たちは本来いらないアヘンを買わされ中毒になり、最後はアヘン戦争を経て支配されることになってしまいます。これが第5段階で、ここまで来ると世界経済支配が完成するというのです。そんなのは植民地時代の過去のやり方じゃないかという意見があるかもしれませんが、実はそうではないのです。現代の新世界秩序にとっては世界全体が今や植民地なのです。先進国を含め世界全体の労働者が搾取の対象となっています。派遣企業や大規模小売店、大規模飲食店チェーン、
Uber Eatsのようなビジネスモデルを導入して低賃金で労働者を働かせることによって搾取をしているのです。それらのチェーンは大資本によって支配され、利益は富裕層に吸い上げられる状況になっています。東インド会社の第1段階、第2段階と全く状況が変わっていないことがわかると思います。第3段階の要衝を抑えて通行税で搾取するというやり方はリアルなグローバル物流の世界でも未だに通用しているのですが、それだけでなくインターネットの中でのプラットフォームビジネスへと仕組みが発展しているのです。 Amazon、楽天、グルナビ、ビザカード、LINE に Facebook など何をするにもプラットフォームに利用料を搾取されなければビジネスにならないのが現代社会です。先進国では1980年頃から国民が怠惰になりろくに働かないという社会現象が起き始めました。特に顕著だったのがアメリカ、イギリス、フランス、ドイツといった欧米の先進国です。そこでアメリカも EU も移民を促進して彼らを働かせることによって経済を回すと同時に労働者からの搾取を拡大しました。現在は日本でもその流れができています。そして完成形として国民に中毒となるようなものを植え付ける。1960年代は映画、1990年代はテレビでしたが、2020年代ではスマホが現代版のアヘンになっているのです。本来いらないものだったはずのスマホが今や世代に関係なく誰しもが手放せない道具となり、国民は中毒者のように画面を眺め、いらないアイテムに日々課金しているのです。つまり現代でも新世界秩序による5段階の世界経済支配は全く同じ手口で続いていて、多くの人たちは知らないうちに奴隷化されているのです。しかもスマホのカメラは奴隷たちの監視に役立ちます。そして個人の位置を的確につかむことができるのです。もうここまで来ると逃れる方法はないのかもしれません。ただ一つ挙げるとすれば、便利な社会から抜け出し無人島などでコミュニティを形成し直すことで支配構造からは外れることができるかもしれません。あなたはこのままいつも通りの日常で過ごし続けますか？それとも何か行動を起こしますか？今回の動画はこれで終わりとなります。よろしければ動画のシェア、チャンネル登録、高評価ボタンのクリックをお願いします。コメントもお待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。